父親とちょっといざこざがあって、そういうにあって、ここにはもう一切寄りつかなかったんですよ。49ぐらいから。55の時に父親が亡くなったんですよ。で、母親がここで一人やから、連れて帰ろうと思って、ここへ来て、で、ここで降りたいって言うから、はい。何すんねんって言うたら、あんたせんべい焼いていうことになって、はい。それから始まったんですよ。10年もちょっと前に帰りにここに寄って、はい。それでおせんべい焼いて、それで家に帰ってっていう感じ。母親が90で亡くなったから、はい。もうこの仕事を辞めよう思ってね、もうここを片付けて、僕ももう仕事せんでもいいわと思って、そしたら女の子に1週間前にそんな子おったわと思って、はい。ちょっと変わった女の子が来てね、弟子になりたいって来たんですよ。で、こんな仕事女の子は今までしたことないから、女の子は無理やからって断ってるとこっていう話やったんよ。見てから判断したらっていう話で電話切ったんですよ。はい。その5日後ぐらいに母親が亡くなったんですよ。で、連絡して、とりあえず見せるからおいで言うて、それでここに来てもらって、はい。そしたらどうしてもやりたいって言うから、1ヶ月か2ヶ月あなたが覚えるまで教えてあるから、それまではお店続けるわということになって始めたんですよ。それでやってたら、あまりにも下手すぎてね、1ヶ月だったら終わると思っとったんやけど、教えるだけやったら、はい。それがだんだん長引いちゃって、はい。でたまたまテレビのね「街角トレジャー」っていう番組があって、はい。それで「あんた何してんの?」っていうことになって、おせんべいの修行してますって。でまたキャラが変わってるから、はい。いろんなメディアに出だしたのもそこから始まりなんですよ。だからゆかちゃんって言うんだけど、はい、ゆかちゃんが来てなかったら僕辞めてたもん。で高知でおせんべい屋さんやってる。やめよう思いながら後からでお弟子さんが来ちゃって、しんどかったんよ。9時に終わって、で11時ぐらいまでここで焼いて帰って、で朝6時に家出るから、はい。本当に何してるんかなと思って、だから亡くなった時に、はい。もうこれでやらなくていいわってほっとしたもん。おじいちゃんがね、おせんべい焼くのがすごく上手やったみたい。僕何にもわからんでやったから、親父にも教えてもらってないし、もう親父とはもう口もきゃんかったから、たまたまうちのね、親父の弟子がイチャイルにおって、そこへ聞きに行ったりして教えてもらって、もう定年まで働いて、せんべいで儲けろっていう気は全然なかった。はい。だから値段上げるとかそういうのは全然その観念はないわ。バターをねちょっと溶かして。焼きカステラにねバター入れてるのうちだけやで。コストが高くなるもん。バターとその卵の量が全然違うから。昔ねすっごくおせんべい屋さん多かって、戦後にね甘いものがなかったでしょ。つぐみさんはね普通の会社員のもう5倍ぐらいのお給料があって、神戸に80軒あったりとかな。ほとんど機械になってるから割り切り手で焼いてるって言うたら、うちと2、3軒かな。メレンゲ作りね。ちょっと泡立てが良くなる。のんびりね、2人で定年まで働いたのにって思って。
熱いよ。昔の職人さんはね、爪を伸ばしてんねん、おせんべいとんのに。で僕は会社員で爪伸ばされへんやんか、すぐには。これ自分で加工して。で特にね、このごま油もこの種類でないとわかんない。このスパ油を使うとね、すごく匂いが残るね。もうそれが嫌で嫌でね、それでごま油にしてね。昔の職人さんはね、全部油を変えてやってて、これでしんどいからここに穴開けて、はい。足に組んだんよ。これやったら女の子にも焼けるわと思ったら、どれだけぬくもってるかいうのが分からへんから、少しだけ入れて、焼け具合の温度を見るだけ。色で見分けてんね。生っぽいのか焼けてるのかっていうのはもう焼き色見てばわかるから。こんな色が一番いいね。知らん会社ばっかしやけど僕が見たら。熱はこもっちゃうのよ、お客さんは。今ね、息子が来てくれてるんでね、はい。週一。だけど、続きはないね。続けないからな。僕で終わりやろうと思うけど、弟子ができたら弟子に使わしてもいいし、そこのはいお弟子さん一人いるんや。その人がやってもいいし。息子がね、僕の誕生日にくれたんよ。おじいちゃんの代からここはね、栄新堂やって。商売がうまくいかへん時に生命判断に見てもらったらお名前が悪いって言われて、それで大谷に変えなさいって言われて変えたんがもう何十年も前。今頃ね、親父が死んで何十年もしてから変わってきたんよ。だからね、縁起がいいね。ちょっと時間がないので、どこにあるの申し訳ないです。とんでもないです。おかげさまで買えました。よかったです。まだ早い方、これはね、1時間半で終わるから。他のやつはまだもう2時間以内やから。普通に焼けるようにはすぐなるね。美味しく作るようになるまでにはいろんなことがあるから、温度と湿度で全然変わってくるし、だからもう毎日やってみないと分からへんね。夏と冬とは全然違うから。もうびっくりしたことあるわ、本当に。なんで焼けへんのやろういう時あったもん。夏こっちでチェックする。グラム数でバッて入れちゃうと何がないとか、わからないでしょ。はい。封開けなかったら1週間。あ、そんなに持つんですね。息子が今暑い中野球頑張ってて。じゃあ今日
頑張ってるからちょっとカステラ食べて元気にさせようと思う。帰ってよかった。ありがとうございました。監督はみんなちょっと合わせ味噌で味噌の味がせえへんのよ。これからね。よく噛んで。見てるだけじゃこっちがカステラ中毒者です。これ炭酸入れないとね、全部が伸びないね。これは小麦粉ね。もう2、3年でやめたいな思ってる。機械はね、はい。小麦粉をたくさん入れないとはい。きれいに焼かれへん。手焼きは砂糖多かったり小麦粉多かったり、同じ色を入れても焼ける。カーブつけてるね。瓦せんべいも一緒やけど、これで曲げてんねん。これね。最初ね、ちょっと大きさが分からへんね。その辺の伸びがあるから、やってみないとね、どんだけ伸びるか分からへんのよ。気候とか湿気とかで。うちはこう八丁味噌やからすごく分かれる。ちょっと苦みがあるから八丁味噌は味噌が好きな人が買いに来てくれたらいいかなと思って。もちろんね、ケンちゃん。ちょうどいい感じぐらいだわ。
まだあ、温まってないってこと。頭からない。あんまり変わんないですね。一緒やで。IT 関係で。どういうことなの？数が悪い。適当な蜂蜜のせい。あれもうちゃんとしたい。まあ今からやって。暑いと思った。はい。形が膨らみが悪いから。海がちょっと少ない。ゴミは少ない。いやもう。海が小さく出て部屋の温度が高すぎるの。温度が高いから。そういうのないよ。いけると思うわ。もう大丈夫やね。ここまで行くわ。まあいいねわ。交代しようか。ベストの色や。はい、交代です。会社員なので継ぐ予定はないんですか？おるやん、あかんわ記事。絶対良くない。ほんまか？もっと最初ひらんで。まだ練習し始めて何ヶ月かやから。1ヶ月か2ヶ月か。できやんか。いやーちょっと焦げてると思う。蜂蜜いい感じ。急げ。今度行ってるやん。嘘なん？ほんま。そう。 45になりました。携帯に固く焼くと